伊藤匠です。見てください、匠漬け。今回の、新番組は匠漬け同様濃い内容にしますので、ぜひ楽しみにしていてください。でかいねこれ。五条マンション。帽子もねどっかやっちゃった。帽子帰ってきた。匠漬けということで、今回1回目は、春シーズンの野池、かなり霧に包まれた雰囲気のある野池にやってきました。朝一釣れるかどうか分かりませんが、僕の今まで培ってきた経験を生かして、でかい魚を狙っていきたいなと思います。朝一は大きい魚のチャンスがあると思うんで、早速行ってみましょう。だんだん目が慣れてきて、ちょっと水の中が見えるようになってきた。キラクランクギレの 140F から行ってみます。鉛張って、糸の重さでちょっと沈むぐらいに調節してます。でここ XG のギア比だとこうやってラインを巻くだけで左右に首を振るんですよ、ルアーが。こうやってね、このもうリーディングで誘っていく。これね、亀山湖でノリーズのプロスタッフの城之上さんっていう人がよくやる釣りで、デジ巻き、デジ巻きのデジはこうカクカクデジデジ動くからデジ巻きっていう。トラウトだとよくあるんですよね、こうやってデジ巻き。こうやってうまくデジ巻きができるとちょっと沈むんですよ。こうやって少しレンジに入り込んでいく。ひらひらひらで、結構針も重要で、今これつけてるのがフェザードピアストレブルっていう。なんでこれが重要かっていうと、フェザーフックをつけることによって移動距離が結構抑えられるから一点でこうひょいひょい首を振らせられる。で移動距離をちょっと抑え込みたいんだったらテールだけ、もっと抑え込みたいよって言ったら2個両方ともフェザーにしちゃうっていう。ストッパーですよね、もうこのフェザーフックが。なんでこんなに雲が多いんだろうここ。なんでだろう、すげえ変な感じ。落とすだけ誘い。出てこない。こんなんで釣れたらいいよね。ここがワンドっぽくなってるんだな。危ねえ。地面の質がこういう質してるんだ。雰囲気めっちゃあるこの木。スピードの釣りもちょっとやってみようかな。フラチャット 10g にレディーバランス。シャローの上にバスがいないで、ルアーパワーで魚がポワーンって浮いてきたりっていうのもないから、今の段階だとちょっと魚沈んでるのかなみたいな、そんな感じかな。分かったことだから本当だったらこうやってね、ビッグベイトとか投げてふーってこう浮いてきたり
少なからず反応があれば、ああ今こういう感じかなっていう、浮いてきたけど食わなかったみたいなのとか、まあヒントは出てくるんですけど、ついてこなかったことがヒント。あ、そういう感じかみたいな、浮いてこないのねみたいな。いた、バスだ。無反応だったみたいな感じ。すげえニュートラルなんだな。ちょうど今ね、投げたところの横にバスがいて、あ、ちょうどいいやと思ってルアー横にヒューって通したらね、無反応、スルーされた。結構ニュートラルなんだな。あのニュートラルさはパワーフィネスの出番って感じがする。水きれいだからパワーフィネスのこれにこの色がいいかな。今開発中のね、スイッチオントレーラーっていう、個人的にはピコポントレーラーって名前にしたかったんですけど、田辺さんが却下を受けてスイッチオントレーラーになってしまいました。クレハの PEX825。多分バスがね、結構やっぱスポーニングに絡んでくるとナーバスになるんですよ。これは食べるのやめようみたいなね。そうなってきた時にやっぱりこのパワーフィネスって結構有効で、でもこれだったら食べていいかなみたいな感じで結構バイト取れたりするんですよ。ルアーちっちゃいし、投入される場所がえげつないカバーに入るんで、これだったらいいかなみたいな。でしかもこの距離感持って打てるんで、内側のあるカバーにこうやってね、カバーはカバーでもやっぱちゃんと水の中に、なんかいる、水の中に入ったカバーじゃないとやっぱきついんですよね。上にポンって乗っかってるだけのカバーとかよりもやっぱり水にちゃんと入ってるカバーがベター。例えばこのカバー結構なんかでっかい木が横たわってていいなと思うんですけど、よく見るとそのつるがあんま入ってないんですよ、水の中に。だからシェードは形成するけど、実際魚をとどめる力っていうのはそのシェードを欲してる時以外はそこまで魚を止められない。で逆にいいカバーっていうのはこれよりも少ししょぼいけれども、同じようなつるでもこのつる見ると近づくと分かるんですけど、結構水の中までそのつる状のやつが入り込んでるんですよ、水中まで。そうなってくると結構水自体もとどめるし、で風が吹かなければね、こういうニュートラル状態でもこのカバーにくっついたりしてて、やる気がなくてもカバーについてる魚ってカバーをうまく使えば釣れたりするんで、こういうような状況は非常にいいカバーだったりするんですよね。だから物によってちゃんと見分けていく。この木もあんま良くない。結構こうほとんど木が浮いちゃってて、水の中に浸かってる部分がすごく少ない。あんま良くないですね。パワーフィネスで、重要な部分なんですけれども、基本何かに引っ掛けるっていう作業が結構キーになります。で今こうパーッと見てみて、例えばバスが、岸を見ててシャローにいますよっていう状態だとしたら、じゃまずどうするかっていうと、結構止まってる魚が多いんでそんなに動かないね、こういう虫とか食ってる場所だからよーく狙ってちゃんとバスのいるところを見て、そこに向かってルアーをパッと投入するんです。で引っかかった状態でポチャンと落とさずに、もう上からシェイクでちょっとプッとこう水面につけてあげる。でこの時に水面につけてグーッと寄ってきたら、これもう食うなっていう状態だったらこのままでいいんですけど、結構こうじわじわって寄ってきたりする時もあります。そういう時は一回抜いちゃう。上でシェイクしてあげて、より近くにね誘ってあげるっていうことも重要です。沖にポカーンと浮いちゃってる時もあるんですよ。
そういう時どうするかっていうと、もう今度は岸際の木とかねどうしようもないので、もう沖に浮いてたらもう上を見る。上を見た時に、木がありますよね。その木をうまく使うっていうことも結構重要になります。でそういう時はあの辺に沖に上にバスがいるなって、上に木があるなと思ったら、もうこの上の木を使って引っ掛けて、こんな感じ、ほらこうすることによって、たとえ岸際にねバスがいなくても、こういう上の木を使って誘ってあげることができるんですよ。でじゃあ回収どうするのって言ったら、ゆっくり回収すればいいです。ゆっくり回収していくことによってうまく帰ってくる。これが基本的なパワーフィネスのアプローチ方法です。午前中やってみて、結構魚がスポーンに入っちゃってる感じなんですよ。もしくはもう超直前でかなり反応が鈍くなる。そうなってくると結構難しいというか、魚取るのが結構難易度が高い状態が今かなっていう感じ。あとはやっぱ昨日まで雨降ってて、今日高気圧だから魚が結構ボケちゃってる感じ、ボケーっとしちゃってるんで、それもまたねマイナスに働いてるかなって。だからちょっとハードルアーの釣りは一旦諦めて、スローダウンの釣りでやってみようかなと、これからは思います。かなりきついよ、足場がない。あれバスだな。あれバスだな、多分。バスだバス。2匹いる。ありがとうございます。逃げた。マジで超ナーバスだって。全然この距離で逃げるか普通。痛いよ、あんなとこで吹いたよ今度。あれも絶対来る。でも後ろ向いてるからチャンス。乗ってる。いや乗ってる、大丈夫だ。これでかいけどどうするこれ。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、よくあんなキャスト決めたよね。おーでか。ちょっと待って、どうしようこれ。でかいけどね、ちょっと待ってね。絶対ねパワーフィネスはバレづらいからね結構大丈夫なんですけど、どうすっかな。あれをこうかけておいて、ちょっと新しい方法やってみていいですか。もうね全部ねこういうのがね映像になるところがまた面白いんですけどね。ちょっと待ってね。まず竿を固定する。テンションをかけた状態で竿を固定して、走れ走れ。もうこれどうしよう。やばい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 。
やばいやばい、クラッチ切れますかそっち。はい、これを引っ張る。取ったよ。でかいねこれ。五条帽子。帽子もねどっかやっちゃった。あ、帽子帰ってきた。うわ危ねえ。ほらメス、プリンのメスだね。超50オーバーきつかった。今竿をあっちに固定してきて引っかかってる糸を取ったの。でもパワーフィネスってカメラ場だと上顎にこうかかるんで、バレないんですよね。もうロックしちゃってて。だからこういう技ができるの。よかった。これ何センチあんの？すごいね。すげえっす。いやすげえ疲れた今の。めっちゃナーバスでしたけど、虫で釣った。てか太鼓がすごいんだねこの子ね。いやよかった。カメラ場でかけたんだけど糸引っかかってるから、これで P ラインにぐるぐる巻きにして P タグって取った。ほらすごいバス。いやあそこからこの木までかけて、ここで虫で食わせて、ここ走ってきてキャッチ。疲れた今の魚は初め僕上にいたんですよ。上にいたら左側のワンドの奥にバスを見えて、そしたら僕がちょっと動いただけでバーって逃げたんですよ。でうわ逃げたよと思ってしばらくしたら、でかい方が僕のこの真正面のブッシュの下に浮いたんですよ。で岸見てたんです。ああこれチャンスだなと思ってゆっくりここまで降りてきて、でもうしゃがみつつ、かっこ変ですけどこっから振り子でピッて投げてこの木に乗っけて、でこうやって落っことしたんですよね。でここで虫、カメラバ 4g のスイッチオントレーラーつけたこの虫でちょこ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 ってやったらバフって食べて、でバフって食べてもう重みが乗って合わせたんですけど、上の草がババって一瞬外れて、あーミスっちゃったと思ったらかかってて、でバスがもしちっちゃかったら多分バレたんですよね。でもバスがでかかったから、うわすっぽ抜けたと思ったけどバスの重みでフックまでかかってて、そのままグイってかけたら乗ったっていう。このキャストをしない限りは多分口を使わない魚だったんで、ちょっと強引ですけど、正直ベイトフィネスじゃ無理だし、このね2号の P 組んだパワーフィネスだからこそ釣れた魚だから、パワーフィネスって釣れる魚が増えるんですよ。今回使ったロッドとライン、タックルの紹介ですね。こちら、ロードランナーボイスジャングル、680JMHS、ジャングルスピンと呼ばれるパワーフィネス専用設計のロッド、これに、バンキシの 2500HGS ハイギアのリールをセッティングして使ってます。基本ノーマルギアはダメです。もうハイギアでバスの主導権を与えないためにもうハイギアでガツッとかけてあげるっていうことが重要です。で、ここでまた重要になってくるのは糸なんですよ。これが、シーガーの、PEX8 っていうラインです。P ラインの2号をセッティングしてます。直結です。リーダーは組みません。でこの直結でセッティングして、その PX8 でカバーに引っ掛けて落とすとか、もう上の木に引っ掛けて落とすとか、そういうすごく強引な釣りで提灯の釣りを展開すると、そういうような状態でも、たとえねものすごい木に引っかかってフッキングして完全に巻かれた状態でも、糸のラインブレイクっていうのは P ラインの2号を使ってれば限りなく少ないっていうような状態になるので、パワーフィネスフィッシングでは2号、強いパワーフィネスフィッシングでは2号ぐらいがやっぱ重要かなと思います。これはロッドがですね、ロードランナーストラクチャーの、ST6100MH です。
この竿は僕の中ではかなりバーサタイルなロッドで、いろんな状況下でも使うエスケープツインのテキサスをはじめフットボールヘッドだったりフットボールジグとかもね使ったりしてかなりバーサタイルに気に入って使ってます。でこれに R18 のフロロリミテッドハードバスの14ポンドをセットして基本は使ってます。本当にカバー打ちにも使えるし沖のカバーとかも使いつつ、どっちにも使えるその対カバー用のロッドっていう感じでミディアムヘビークラスのバーサタイルとして使ってます。これは OK。 風が吹いてきたんでこのフットボールヘッド 7g に流儀のダブルエッジタンゼロでエスケープツイン、昔はねテキサスリーグでやってたけど結構広範囲探るとかライトカバーとかも攻めるのにフットボールヘッド便利なんでこれで攻めてみます。よっしゃ、ちょっと風が吹いてきたからな、ありそうだけどな。魚のレンジが下がってるかもしれないから、結構真下に落ちるんですよフットボールヘッドってテキサスよりも。だからあんまり動かしすぎないで広く探れるっていうのもある。あとこういう風にボトムの感知能力が高いんでボトムの変化とかを探りつつ釣っていける感じ。泳がしてよし落としてよし、エスケープツインとフットボールヘッド、別に食わなくなって落ちるわけじゃないから普通にレンジを落とすだけだから逆に人の存在も消えて可能性はあるかも。僕はこっちの方が好き。ああやってパワーフィネスで虫みたいに誘うよりも全然こういう風の吹いた状況下で釣っていく方が個人的な釣りのスタイルとしては好き。あそこ沖に木が落ちとる、あれもいいな。この風プラスになる気がするけどな。うわ結構入ってんな木。食ったか食った。おおでかでかいぞこれ。おおでかやばい巻かれるおおでっかいうわでっかい、ちょっと巻かれるすごい。うわちょっと待って引きが半端ないんですけど、どうしようもういいから取ったぜ。ああよかった。ね、風吹いて沖に変えたら一発フットボールヘッドエスケープツインきたー。ハマってる、完全にハマったね。ほらうわこれバレそうって言ってたけどバレないわ。だって1回刺さって2回刺さってるからもう多分外れないでしょこれだったらね。いい個体でけえイエーイ。風が吹いたらフットボールヘッド。風が吹いてきたから多分1個下がって1個下降りて、でそこにエスケープツインホイってフットボールヘッドでやってって、結構ねこうクッと落ちるからすぐ下落ちるし、ヘッドがフットボール形状なんで感度いいんで、ちっちゃい変化とかにこれ引っ掛けてユッサって言ったらグイグイ来たギュッて、で結構枝越しだったからダブルエッジみたいな針でこうフッキングパワーが伝わんなくてもギュッてかけられて釣れましたよと。釣れれば何とでも言えるんですよ
釣れなきゃいけないけどねよかったよかった。これで釣れなかったら釣れなかったですで終わるけど、釣れればこう釣り人はベラベラ喋るんでイエイ。これを大きく分けてね、うつ釣りっていうので、その中で紹介したいのが、まず1つ目、カメラ刃の 4g にスイッチオントレーラー。そのカバーでも表層の無視状態で水面で誘うこともできるし、ここからレンジを刻んで落としていくっていうこともできる。でいてシルエットがかなり小さめ、ヘビーカバーで食わせっていう部分をカバーできるのがこの釣りです。これを90度合いなんでバチンと上にかけるとミスがないので、そういう意味でもキャッチ率が、そのカバーの中でのキャッチ率が格段に上がるっていう意味ではすごく使いやすいのと、強引なキャストとその強引なところを攻めるっていう意味では非常に役立つ。だからおかっぱりでまだまだ釣られてない魚が釣れる釣りっていうのはこのパワフィネスにあります。フットボールヘッドを使ったエスケープツインのセッティングです。風が吹いてきたりとか、結構魚自体がそのルアーの存在により気づけない状態になった時に、もうルアーパワーを上げていって、このエスケープツインにフットボールヘッド 7g をセットしたセッティングでやります。かなり感度がいいので、テキサスリグに比べると圧倒的にボトムの感知能力も高いし、ボトムのちっちゃな変化にも捉えられるんで、そういう意味ではその小さい変化もバイトチャンスにつなげることもできるし、それでいてまっすぐ下に落ちるんで、そのテキサスリグでいうカーブフォールしてしまって、その岩盤状のところを外ってルアーが行ってしまうのを防ぎつつ、小さな変化に引っ掛けられるっていう意味ではかなりバイトチャンスが増える。でいて、やっぱ僕が個人的に好きなのは、ここのフックとの接合部がこうリングでつながってないんですよ。かなりダイレクト感があるので、そのフッキングもかなりいいので、そういう意味ではかなり気に入ってます。なので風が吹いた時とか、かなりアピール力が必要だな、小さい変化とかに対応したいなっていう時はこのフットボールヘッドを使って、春の野池は一通り攻略したかなという感じです。お疲れ様でした。匠漬け1回目、無事に終了しました。この春のね野池ということで、現状かなりね苦戦もしたんですけど、結果ハッピーエンドで終わったかなと思います。なんでね苦戦したかっていうと、ちょうど春ってバスが産卵の時期なんですよ。やっぱり一日通して地合いっていうものがあるので、そのタイミングでまだ産んでないメスとか、まだベッドを守ってないオスとか、そういう個体がねしっかりフィーディングで餌を追って、食べてくれたんで、苦戦はしたんですけど、非常にその魚を狙わなかった、別の魚を狙わなかったからこそ出た魚っていうのがいるので、とっても楽しかったかなと思います。産卵終わったアフターの魚を狙ったり、産卵前の魚を狙ったりと、いろんな釣りが楽しめるので、そうやってバスフィッシングをやると、今回みたいなドラマ的な魚も釣れると思いますんで、是非ね皆さんもいろんな釣り方で、春の釣り楽しんでみてください。